こんにちは。今回から、クロスワールドのオープンテストで追加された3コースと、カスタムの紹介を兼ねた動画を投稿していきますよ。前回のテストと違い、今回は、配信で長々やったので、配信を見てくれていた人も楽しめるよう、配信外で撮ったものを多めに出していこうと思います。ただ、試合の内容を考えて、一部配信から引っ張るものもあると思うのでご了承ください。今回は、サンドロード、チームソニックレーシングに、同名のコースがありますが、あちらから一部を引っ張ってきただけで、大半が新規造形となります。ダートゾーンはあまりありません。最初のレースは、エッグマンを使用します。タイムアタックの時と違い、レベル4ドリフト追加のガジェットをつけています。これは、前回のテストの動画でも取り扱いましたが、レベル4のダッシュ時に無敵がつくんですね。それを、今回のテストから追加されたドリフトが得意かつ、ダッシュ効果が大きいダッシュタイプで使うとどうなるのか、それをお見せしましょう。見ての通り、レベル4は、割と苦労せずに溜まるため、現実的に狙えますね。発動まで少しでも速くするために、ファストチャージレベル1とに、ダッシュアップをつけて、さらに時速を伸ばしています。これにより、無敵状態で走れる頻度と時間を伸ばしているわけですね。早速有効活用をと思い、無敵は貯めたのですが、カッターの攻撃タイミングが悪く、今回はやり過ごせませんでした。今のように、攻撃されてしまうことはあるものの、やはり無敵を作れるのは便利ですね。実際、このカスタムに近い構成のダッシュタイプの組、オンラインに結構いました。クロスワールドはフロスカ、今回のテストから追加されたコースですね。少し進むと、トゲが大量に置いてあるので、間を走り抜けましょう。氷の道は、段差になっているため、浮き上がるとトリックできます。可能ならばしておきましょう。ただ、高速トリックがないと、大体は無理な気がします。ボートパートは、途中から飛行機に変更可能。利点を軽く言うと、ボートは、リングがかなり手に入りやすく、アイテムボックスも多くあります。飛行機は、基本早く進めると思いますが、リングやアイテムを取ると遠回りに、ちなみに、飛行機で低空飛行すれば、ボート側のアイテムとかリングを回収できると思いきや、ある程度の高さまでしか下がれないようになっており拾えません。補充目的で使うなら、素直に、ボートのままでいましょう。狙われていたのですが、ボイドが近くにいたので、そっちが吸ってくれました。アイテムやリングも持っていかれるのですが、こんな感じで、相手を思わぬ形で助けてしまうこともあるので、使い方に注意したいですね。話している間に、スライムを、レベル4ブーストで回避。レベル4ブーストは無敵属性なので、今回は出てこなかったものの、キングブーブーを自主的にガードできるのは、他にない強みですね。今回は、お試しで使った程度でしたが、製品版では、普通にこれを使いこなすつもりでカスタマイズするのもありだと思いました。そろそろゴール前なんですが、アイテムはブーストと鉄球なので、無敵と合わせればやり過ごせそうですね。ロケットパンチがロックなしで飛んできましたが、当たってたらやばそうでしたね。ロックされてたら合わせて出したんですけど、こういった攻撃も怖い。逃げ切ってなんとか勝利。まあ、低レート帯だったこともあったんですけど、このカスタム自体、やっぱり強いと思います。ただ、ダッシュタイプは、その性能的に色々なカスタムも考えられており、何が最適か決めるのは難しいですね。ダッシュが強いので、そもそも、被弾前提でも普通に通用しますし。じゃあ、次のレースに行きましょう。今度は、一番使い方に迷うネタカスタムで遊んでいたら、とんでもない高レートに絡まれ高いです。ネタカスタムについてですが、まず、ザズという、アクセルタイプで、ステータスが、なかなか決め手にかける状態で、弱くはないけど、コストが少し気になり、使い道が、場合によっては、ないアイテムストックトレード、当たり負けないけど、癖も、強いスピンドリフトを組み合わせたカスタムですね。一応マシンはスピードタイプなので、これでどうにかして勝とうとしています。スピンドリフトは、今回からの追加ガジェット、ドリフト中スピンをしてくれて、これで相手にぶつかると、スピン状態同士でない限りは、一方的に当たりがちになるみたいです。特徴としては、相手を斜め上に吹き飛ばしてくれるため、一部のコースでは、壁を越えて突き落とすことも可能だったりと、なかなかロマンがあります。実は、今、建物の中でシャドウを吹き飛ばして穴に落としました。あそこは、小さめの壁があったので、それを越えて吹き飛ばしてくれるあたり、早速活躍してくれましたね。ステータスも、中途半端なものではあるのですが、なぜか1位まで上がってきましたね。これはいけるか？リングもたくさん持っているので、
右ルートでさっさと抜けちゃいましょう。そういえば、マシンですが、ペルソナコラボのアルセーヌウィングを使っています。コラボキャラについての扱いがこれまで不明だったのですが、今回のテストではっきりしたことは、コラボキャラは好きなマシンで運用可能。コラボマシンもそれぞれの部分がパーツとして配られるので、ソニック側と合わせて好きにできるということが判明しました。これ結構重要で、発売直後配信予定となっている初音ミクは、これまでのキャラにないダッシュタイプとなっていますし、各マシンパーツのステータスも、おそらくは全く違う数値のものを配信すると思われます。つまり、バランス調整のようなアップデートがなくとも、毎月カスタマイズが広がっていくので、環境が動く可能性が高いです。これは、毎月の配信が楽しみですね。キングブーブーで減速してジャンプ台から落ちるかもと思い、右にとっさにルート変更しましたが、角度調整が甘く結局落下しました。アクセルタイプのおかげで、減速はそんなにないのですが、これはもったいないミス。リングは、まだまだ集める必要があるので、リングの位置でスピンして相手に渡さないように立ち回りたいですね。惜しい。もう少し先で吹き飛ばせれば落とせたのですが、トップに出ていかれましたが、2位までは専用攻撃アイテムに警戒する必要があることを考えると、今は譲っておいて良い気がします。フォーミング系やブーストはなし。これは厳しいですね。次のカーブで交換です。ブーストの裏に盾ですね。盾を先に使いたいので、ここで、やっとストックトレードの出番です。使い道はこれぐらいしかないと思いきや、実は、他にも有効な使い方はあり、カッターやゴーストのような前面のアイテムを狙ってくる妨害への対策ですね。ブーストのような使い道多数のアイテムを奪われると、そのまま不利になり、そこで、ボムのような速攻性のないアイテムを引いたら表にしておくことで、相手の妨害や盗みに対処できるわけですね。3コストは伊達じゃないかもしれません。レースの結果は残念ながら3位でしたが、まあ、アイテムの引きも、いまいちで、中盤のミスもあったにしては頑張ったと思います。次が、最後のレース。配信外でのレースとなります。A ランクとレジェンドが多く、なかなか白熱したレースになりそうですね。マシンは、今度も、スピードタイプ。ガジェットは、今回新規のクイックリカバーです。これは、ダメージを受けた後の硬直を減らす効果があり、実質アクセルの数値をかなりプラスしているようなもの。スピードタイプの欠点であるアクセルを補ったらどんな風になるのか、それを見てみましょう。他につけているのは、ファストチャージの1と高速トリックですね。どちらも、本走行で役立つには役立つのですが、真の目的としては、このクイックリカバールの復帰をさらに早める目的もあります。そういえば、いろいろカスタムの話とかで、コース自体の話ができてなかったので、しましょうかね。最初の建物は分岐となっていますが、正直左側の道の方が難しいですね。ほぼ通ったことありません。まあ、実際のとこ右側の下ルートの方が早いはずなので、こっち行けばいいと思います。アイテムのあるカーブの後は、左右に分岐、右はインコースですが、何もなし、左はアウトコースですが、リングが置いてあります。どちらからも、中央に寄り道するとアイテムボックスがあるので、アイテム状況が厳しい時は寄り道するのもありですね。クロスワールドは、ドラゴンロード、一つ目のレースで走ったホロスカと同じく、今回のテストで追加された、コース、長いカーブが特徴ですね。中盤の水上パートは、ダークフェニックスが直接攻撃してくるので注意。外側にはダッシュパネルがあるものの、できれば膨らまないで通りたいですね。タイムアタックの攻略動画を見た人はわかると思うのですが、アクセルを入れないでドリフトすると、結構内側に曲がってくれるので、これで抜けましょう。ボートになって、すぐ、左、ダッシュリングがありますので、チャージジャンプで入れます。リングを取りつつ、快適に移動できますが、手前で攻撃されたり、飛ぶ際に押し出されてずれると、そのままダートに突っ込む可能性があるので注意。その先ですが、ジャンプ台から飛ぶと、さらに、リング回収可能。道が二手に分かれますが、ダークフェニックスが、一定時間ごとに、片方の道の入り口を燃やしますので、炎や攻撃予告がない場所を通りましょう。ダメージ後の復帰に取っておく必要がないので、今のうちに追いつきましょう。ブーストでダートをショートカット。1位に、まだまだ追いつけそうになかったのですが、キングブーブーが来たので、これはチャンス。ダブルアイテムを取って守りを固めていきましょう。クイックリカバーがあるとはいえ、これは
保険ですれ切れば、ダメージを受けずに走り切りたいですね。設置2個は微妙なので片方チェンジで、万が一、追い上げが来た時に、この2つでは対処が厳しいですからね。防御系が引ければ一番良くて、おもちゃを以外なら大差ないので、期待値としては悪くないです。ボムなので、まあ、最低限のガードはいけますね。あとは、このまま逃げ切るだけ、万が一回避不能な攻撃が来ても、減速率は低いのでいけます。1位、ダメージ受けたとこがなかったって？スライム1回だけでしたね。まあ、このカスタムではたくさん試合してますので、活躍してくれた回を探してきますよ。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。残りのコースもまだまだありますし、発売後も更新するので、気に入った人は、チャンネル登録、高評価で、次の動画をお待ちください。それでは、また次回お会いしましょう。